皆さんこんにちは。今回はオートチェスの岸田名人についての動画です。毎週土曜日はオートチェスの大会音手杯を開催しています。毎週初参加の方もいらっしゃるので、初めて参加の方もぜひ参加お待ちしております。詳しくは動画の概要欄からチェックしてみてください。今回はオートチェスで戦闘に勝利すると相手の騎士にダメージを与えることについて詳しく紹介していきたいと思います。その騎士ダメージについての動画になっております。オートチェスの打点計算の方法についてです。オートチェスの打点計算を理解することで騎士へ与えるダメージを理解できるほか、自分が連帯するときや体力を守りたいときの計算に役立つと思います。オートチェスの打点計算は3つの段階に関係しています。1、駒のスターランク、駒の重なりのことです。2、駒のレアリティ、駒のコストのことですね。3が騎士レベルについてです。それらに関係してそれぞれのダメージが加算されていくことで計算していきます。序盤から関係するものから順番に説明します。1の駒のスターランク、駒の重なりっていうのは、これは駒の重なりに応じて騎士ダメージが異なります。星1の場合は1ポイント、星2の場合は2ポイント、星3の場合は3ポイントです。例えば、こちらの盤面の場合、ナイトメア星3が1体だけ残って勝利している場合です。この場合は合計3ポイントの騎士ダメージを相手に与えることができます。例外として、インセクトで召喚されたインセクト駒だったり、芋虫から出てくるプレイクガードや預言者のエントなどのトークンは星の数に関わらず騎士ダメージは1になります。またプリーストシナジーで召喚される成功の杖や保温で召喚されるトーテムも騎士ダメージはそれぞれ1になります。次が駒のコスト、駒のレアリティです。駒のレアリティは1から3ゴールドの駒は0ポイントになりますが、4から5ゴールド駒の駒は駒の重なりとは別にプラスで1ポイント加算されます。最後が騎士のレベルです。騎士のレベルが1から8レベルの騎士からのダメージの場合は0ポイントになりますが、9から10レベルの騎士から攻撃を受ける場合はプラス1ポイント加算されます。例えばこの盤面の場合は、まず星の数を数えていくと、アルケミストの2、グリムタッチの1、リッパーの2、宝石マジシャンの2、ソウルブレーカーの2、キャノングラーニの2、ジャイロコプターの1、ソウルブレーカーの2で14ポイントに、駒のコストが 4G 以上がプラス1ポイントになるので、1たすアルケミスト、グリム、キャノングラニ、ジャイロコプターでプラス4ポイント加算されて、14たす4で18ポイント。プラス、現在の私の騎士レベルが9なので、騎士レベルのプラス加算ポイントプラス1が入って全部で19ポイントの騎士ダメージを与えたということになります。雷神のみこれまで話した騎士ダメージの法則には当てはまりません。雷神が残った場合は雷神の分の騎士ダメージはこちらの図鑑に記載されている騎士ダメージが入ります。星1の場合は相手の残り HP の 8% 分のポイント、星2の場合は騎士ダメージが相手の残り HP の 10% 分のポイント、星3が相手の騎士ダメージへの 12% 分のポイントが入ります。つまり相手が体力100の時、自分がレベル9の時に雷神星1のみを残して勝った場合は、雷神の特殊騎士ダメージで8ポイントと雷神のレアリティダメージで1ポイント、5ゴールドなのでプラス1ポイント加算されます。なのでプラス1ポイント、自分が今騎士レベル9なのでプラス1ポイントで合計10ポイントのダメージを与えます。またここまで説明してきた打点計算の他に体力が減る場合ということがあります。それは最終局面とかで体験したことがある方もいらっしゃると思うんですが、最終局面1対1になった怠慢の状況で怠慢戦闘を5ラウンド続けて行うとファティーグというものが入ります。こちらはお互いの体力が毎ラウンド半分になっていくというもので、こちらはモブラウンドも含めて5ラウンドを超えるとファティーグが開始されます。ただ体力1まで減るとそこから半分になるということはありません。この仕様を知らない方とかも結構いらっしゃるので、なんかバグかなって思われる方とかもいらっしゃるんですが、
特に最終局面になって急に体力が減ったという時があれば、ファティーグが入ったということになります。この仕様を使って、ファティーグが入ってからは引き分けとか1体残しで分けていって、最後の最後で相手のメタに切り替えて、確実に1位を取るという戦略もあったりします。今回はオートチェスの騎士ダメージについての動画でした。まだあまりできていなかった方は、ぜひ参考にしてみてください。引き続き、音手杯というオートチェスの大会も開催しております。よかったら皆さん参加してみてください。あと、オートチェス攻略ディスコードコミュニティも運営しております。こちらもぜひご入室お願いします。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。